ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、世界的ベストセラー、プロジェクトヘール・メアリーの作者であるアンディ・ウィアーが、現代のスタートレックについて爆弾発言をした話題についてよ。現在、長年の SF ファンが現代のスタートレックについて抱いていた本音を、大物作家が一言もオブラートに包まずに、率直に口にしたことで、大きな波紋を呼んでいるの。今日は、アンディ・ウィアーによる現代スタートレックへの痛烈な批判、そしてその裏に隠されたパラマウントへの企画持ち込みと、その後のまさかの謝罪劇について徹底的に解説していくよ。は？大物 SF 作家が公式の作品ばボロクソに言ったってこと？しかも、オブラートに包まんやったって、どんだけ度胸あると。まあ、最近の映画とかドラマは、昔の名作ば変にこねくり回して、滑っとるやつが多いけん。誰かがガツンと言うた方がよかよ。で、そのアンディ・ウィアーって人は、具体的に何ば言うたと？彼ね、最近、ザ・クリティカル・ドリンカーっていう YouTube チャンネルのインタビューに出演したんだけど、そこで、現代のスタートレックを直接的に批判して、フランチャイズの現状を酷評したの。さらに、自身が企画した新しいスタートレックのシリーズ企画が、制作会社であるパラマウントに却下されていたことまで明かしたんだよ。パラマウントに却下された腹いせで悪口言いよると？だとしたら、ただの負け犬の遠吠えやん。ダサすぎばい。でも、その批判の内容自体は、どんな感じやったと？アンディ・ウィアーの批判はね、単純な指摘から始まっているんだけど、それが、多くのファンが長年言い続けてきたことの確信をつくものだったの。現代の SF テレビ番組や映画は、すべてオリジナルのスタートレックから大きな影響を受けている。ただし、現在放送されているスタートレックシリーズは例外だって、彼はこう述べたんだよ。なるほどね。つまり、今のスタートレックは自分たちの元々の姿からすら影響ば受け取らんってことやね。親の顔より見たオリジナルば無視しとるって、そりゃ、ファンからしたら何ばしよっと？ってなるばい。その通りだよ。アンディ・ウィアーが言及した現在のシリーズっていうのは、スタートレック・ディスカバリーから始まって、最近打ち切りになっちゃったスターフリーとアカデミーまで続くアレックス・カーツマン時代のスタートレックのことなの。そのアレックス・カーツマンって人が、スタートレックばめちゃくちゃにしとる張本人ってわけね。でも、ただのネットのアンチがわめくのとはわけが違うっちゃろ？そうだよ。現代 SF の礎を築いたこのフランチャイズが、もはや自らの青写真すら踏襲していないっていうのは、単なるネット上の不満ではなくて、現代で最も成功している SF 作家の一人からの重みのある発言なの。成功しとるプロが言うなら、説得力が段違いやね。で、昔のスタートレックと今のスタートレックは、具体的に何が違うって、アンディ・ウィアーは言いよると？彼はね、自分が育った環境で、どのような物語が語られていたかを説明することで、その主張をより強調したんだよ。彼は、私はジェネレーション X 世代なので、SF といえば、オリジナルシリーズのスタートレックの再放送や、宇宙家族ロビンソンの再放送くらいでした、って語ったの。なるほどね。がっつり昔の SF ば、見て育った世代ってことたい。その時代の作品には、どんな特徴があったと？かつてのスタートレックは、非常に明確な意味を持っていたの。それは、探検、冒険、そして楽観主義だよ。未知の世界を探索して、新しい発見に胸を躍らせて、未来は明るいっていう希望に満ちていたんだよ。探検、冒険、楽観主義ね。なんかワクワクするような響きやん。それが、今のスタートレックにはないってこと？そう。今はどうだろうって、彼だけじゃなくて、最大の支持者でさえ、確信が持てなくなっている状況なの。そして、アンディ・ウィアーの次の発言が、まさに度肝を抜くものだったんだよ。彼は、曖昧にしたり、言い訳したり、業界特有の言葉遣いを気にした回答をしたりしなかったの。何ば言うたと？まさか、放送禁止用語でも連発したと？彼はこう言ったの。あの番組はクソだ、って。うわ、ド直球やん。クソだって、よっぽど腹に据えかねとったんやね。でも、さっきも言うたけど、自分の企画が通らんかった件って、八つ当たりしとるだけやないの？これを、単なる盲目的な憎悪だって片付けようとする人がいるかもしれないけれど、彼は、ちゃんと、評価に値すると感じた人や、作品には、きちんと評価を与えているんだよ。へえ、全部が全部ダメって言いよるわけやないんやね。何ば面白かったって言いよると？ストレンジニューワールドは好きだよ。かなり良いと思う。ローワーデッキは面白くて楽しかった。他の作品は全部どうでもいいよ、って彼は認めたの。なるほど。好きな作品は好きって、素直に認めとるんやね。それなら、ただの文句たれやなくて、ちゃんと作品ば見た上で評価しとるってわかるばい。的を射た、批判やけん。
余計に痛いところば疲れた気分になるっちゃない？そうなんだよ。フランチャイズ全体を一律に批判するものではなくて、的を絞った批判だからこそ、より痛烈な印象を与えると言えるの。そしてね、ここから、さらに話が面白くなるんだよ。まだ面白くなるん？十分ドロドロしとるけど。さっき少し触れたけど、アンディ・ウィアーは自身がパラマウントに直接スタートレックのシリーズ企画を売り込んだことを明かしたの。さらに、同フランチャイズの現在のクリエイティブリーダーたちと時間をかけて話し合ったんだって。わざわざ時間をかけて話し合ったのにダメやったんや。それで、なんて言うて断られたと？パラマウントにスタートレックの番組企画を売り込んだんだけど、採用されなかったから、まあ、あいつらなんてどうでもいいよってアンディ・ウィアーは言ったの。うわ、あいつらなんてどうでもいいって完全に見限っとるやん。でも、なんでパラマウントはそんな売れっ子作家の企画ば蹴ったと？普通なら飛びつくやろ。アホなん。パラマウントはアレックス・カーツマンと彼のアイデンティティ政治主導の方向性を維持することを決定したためなの。ああ、出た。最近流行りのやつね。物語の面白さよりも、そういう政治的な正しさばっかりアピールして、肝心の中身がスカスカになっとるやつ、よくあるばい。パラマウントは面白い SF を作ることよりも、そっちば優先したってことね。センスなかね。フランチャイズが間違った方向に向かっていると確信していた、非常に成功したクリエイターが別のビジョンを持っていたのに、日の目を見ることがなかったということなの。スタートレックの現状を考えると、あの企画提案がどんなものだったのか気になって仕方がないよ。ほんとやね。プロジェクトヘールメアリーの作者が書くスタートレックなら、絶対面白かろうに。もったいなか。で、その現状って今はどうなっとると？アンディ・ウィアーの発言は、スタートレックが明らかに不安定な状況にある時期になされたものなの。なんと、現在、進行中のスタートレック作品は一つもないんだよ。これは、ここ数年で初めてのことなの。え？一つもないと？あんなに有名なシリーズなのに完全にストップしとるんや。それはやばかばい。さらに、アレックス・カーツマンのリーダーシップの将来も不透明で、彼の契約は2026年に満了する予定なの。決して順調なフランチャイズとは言えない状態だよ。そして今 SF 界の重鎮がその方向性を公然と批判しているという構図なの。完全に泥船状態やん。パラマウントも焦っとるっちゃない？でもネットのオタクたちが文句言うのとはわけが違うもんね。そう。これが一般的なネット上の反発と異なる点は誰がそれを言っているかということなの。アンディ・ウィアーは単なる批評家ではなくて、プロジェクトヘールメアリーの成功を受けて、古典的な SF の基本要素、つまり問題解決、発見、そして驚きに満ちた物語を世に送り出した人物なんだよ。それって、まさに昔のスタートレックが持っとった面白さそのものやん。皮肉なもんやね。今のスタートレックにはないもんを別の作家が作って大ヒットさせとるっちゃけん。そう。これは、まさに、スタートレックがかつて得意としていたことそのもので、その対比は無視できないの。一方には、時代を超えたアイデアに基づいた現代のヒット作がある。そして、もう一方には、現代のアイデンティティ政治を取り入れたことで、勢いを失いつつある老舗フランチャイズがあって、今や、その成功の要因を明確に理解している人物から批判を受けているんだよ。なるほどね。本質ば忘れとる公式に、本質ば理解しとる部外者が、正論で殴り込みばかけたってわけや。そりゃ、痛快売。現実を言うと、これらは、どれも新しいことではないの。ファンは、長年、現代のスタートレックに対する不満を表明してきたんだよ。今との違いは、真に信頼できる人物、つまり、このジャンルで、実際に成功を収めている人物が、それを声に出して言っているということなの。ファンがずっと言い寄った言葉、大物が代弁してくれたってことやね。ファンからしたら、よくぞ言ってくれた、で拍手喝采やろうね。しかも、彼は小声で言っているわけではなくて、あの番組はクソだ、などと言い放ち、立ち去るんだよ。かっこよすぎるばい。映画のワンシーンみたいやん。アンディ・ウィアーのような人物が、スタートレックは道を見失った、というなら、パラマウントは、そろそろ、その理由を問い始めるべき時なのかもしれないよ。せやね。パラマウントも、いい加減目を覚ました方がよかよ。で、これで終わり？パラマウントは何か反応したと？実は、この後、驚きの展開があったの。アンディ・ウィアーは、先月30日に、自身の Facebook でパラマウントに謝罪したんだよ。は？謝罪？なんで？あんなに堂々と批判しとったのに、急にビビってひよったと？だっさ。おそらく、彼は、今でも、パラマウントのために、スタートレックの脚本を書きたいと思っているのだろうね。
冗談のつもりだったのですが、今思えば失礼で意地悪な発言になってしまいました。申し訳ありませんって彼は書いているの。冗談のつもりやったって。あんなにズバッと言い切っとったのに苦しい言い訳やね。自分の企画ば売り込みたいけん、慌てて媚び売り始めたんやない。さらに彼はこうも言っているの。でも彼らパラマウントは私の企画を気に入らなかったからあいつらなんてどうでもいいと言った時も自虐的なつもりだったのですが、文脈を無視するとまるで本気で言ったかのように受け取られてしまう可能性がありますって。いやいや、どう見ても本気で言っとったやろ。文脈ば無視せんでもあの言葉通りにしか受け取れんって。ちょっと見損なった場合。彼は続けてこう弁明しているの。私は率直な人間で昔からずっとそうだった。メディアが私の発言に耳を傾けなくなったのはもう10年も前のことだから、映画が劇場公開される時は言葉遣いに気を使うのをすっかり忘れてしまっていたって。ああ、なるほどね。久しぶりに注目されてテンション上がってつい本音ばポロリしてしまったってことね。まあ、人間らしいっちゃ人間らしいけど、数ヶ月後にはまた自分の洞窟にこもって小説を書いているだろうし、誰も私のことなんて気にしなくなるだろうって彼は言っているの。とにかく、もしリアルタイムで話したいなら、たとえ私を徹底的に批判したいだけでも、電話でもズームでも喜んで応じるよ、とも書いているんだよ。逃げ隠れせずに直接話す気はあるってことね。そこは潔いバッテン。やっぱり最初の威勢の良さがなくなったのは残念やね。でも、ネットのファンたちは、この一連の騒動について、なんて言いよると？この騒動に対して、みんなそれぞれ、いろんな意見を持っているみたいだね。でも、その前に、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。チャンネル登録と高評価、ポチッとよろしく頼むばい。さて、ネットユーザーの反応だけど、アンディ・ウィアーの最初の発言に対しては、まさにファンが言いたかったことを代弁してくれた。今のスタートレックは政治的メッセージばかりで面白くないから、彼に作って欲しかった、という賛同の声がとても多かったの。やっぱりね。みんな鬱憤が溜まっとったんやろうね。でも、その後の謝罪については意見が分かれているの。大人としての対応で立派だ、と擁護する意見もある一方で、ひよって謝るくらいなら最初から言うな。自分の企画を通したいだけの下心が透けて見える、といった厳しい意見も少なくないんだよ。そりゃ、そうなるわな。最初から、パラマウントさん、僕の企画ば使ってください、って素直に言えばよかったのにね。悪口言うた後に謝って、でも企画は書きたいですじゃ、格好悪すぎばい。ファンの間でも、現代のスタートレックの方向性については、議論が絶えないから、今回のアンディ・ウィアーの発言と謝罪は、さらに、その議論に火をつける形になったみたいだよ。まあ、結果的に、スタートレック界隈が盛り上がっとるなら、少しは話題作りになったんやない？パラマウントも、これを機に、本気で面白い SF ば作ってくれるとよかけどね。本当にそうだね。かつての、探検、冒険、楽観主義を取り戻したスタートレックを、また見てみたいと思うファンは、たくさんいるはずだよ。アンディ・ウィアーの企画が、日の目を見るかどうかはわからないけれど、今後のスタートレックの動向には、注目だね。せやね。アレックス・カーツマンさんの契約が切れる2026年以降、どうなるか見物売。ということで、今日は、アンディ・ウィアーによる、現代スタートレックへの、批判と企画却下、そして、謝罪という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。